にちは、ゴッドフィールドボットです。今回もレート2000円の道シリーズやっていきたいと思います。このシリーズはレート2000円を誰でも達成できるような最低限かつ十分な攻略情報を厳選して紹介するという動画になっています。前回の動画をまだ見てないよという方は概要欄に再生リストを貼っておくので、ぜひそちらからご覧ください。さて今回の内容は迷ったらゆっくり展開しようという内容です。どういうことなのかなっていうと、例えばね、手札、この3枚がね、分かりやすいようにあったとしましょう。さあ、どれからいきますか？なんか性格診断みたいな感じでどれからいってもいいんじゃないかなと思うかもしれないんですけど、実はそんなことはなくてですね、私であればこういった方がいいんじゃないかなっていう、今回はそういう内容になっています。理由は後で説明します。さて次はトマックスのランクが買うになりましたね。これはどうしようかなっていう思うんですが、正解はこちらです。買うから入る。いくら攻撃力が弱かったとしても、買うの方がね、暴力的でない、非暴力的、ガンジー的な選択なんで、買うの方が先っていうことになりますね。じゃあこれはどうでしょう。ハチェットがね、体力プラス5になりました。これはどっちから言ったらいいか。確かに両方ね、非暴力的なんですけど、これは買うから入った方がいいんですね。そしてこれがラストです。真ん中のなぎなたクラシックが神の剣になりました。これはね、どうなんでしょう。確かにゆっくり展開しようとは言ったけど、こんなね、神の剣来たら真ん中から行った方がいいんじゃないのかなという感じもするんですが、はい、正解はこちらです。なんと、神の剣、ぶっ破しないんですね。これはちょっと新しい戦法なんじゃないかなと思います。神剣をぶっ破してしまって、もし相手に防具がなかったとしても、攻撃力30なんで体力40倒しきれないんですね。で、大体の場合は相手にもね、防具があるので、もし相手にこの3枚の防具があったとすると、ダメージを軽減されて、そして相手はね、この3枚をドローし直せるんですね。相手にいいカードを引かれる確率が3倍増えるんですね。そうなると、例えば先に炎を引かれてしまうと、体力5回復したり買うとかを展開してる今がなくなってしまって、かなり不利な状況になってしまうんですね。じゃあ神剣を残しといたら何が変わるのかというと、先に買うから入って相手のいいカードをパクれたり、体力を回復したりとかして盤面を作ってからぶっ破できると。いやそんな待ってる間に反射剣とかランダム剣を引かれたら困るし、土星ネビアとか引かれたらどうするのって思うかもしれません。もちろんね、そういう危険性はアップします。ただそれらはかなり確率の低い話なので、基本的には相手は防具を持っている確率の方がもっと高いんでね、神剣残しの方が効率的でいいんじゃないのかなと思います。ということで、迷った時はゆっくり展開しようという内容になっています。はい、じゃあゆっくり展開するってどういうことなのっていうとね、こんな感じでカードの使用順をある程度まとめてみました。これはあくまで目安なんで、細かい部分は自分でアレンジして使っていただいたらいいんですが、前回のパート1でお話しした通り、奇跡はまず最初に優先して使いましょう。次に何を使うかなっていうと、僕は MP とか体力プラス15系のカードからいった方がいいんじゃないのかなと思います。そしてその次に買う。で、プラス10とかプラス5系のカード。で、弱、普通攻撃だったり属性攻撃で、最後に本命のだいたい攻撃力10以上ぐらいのカードを持ってきたらいいんじゃないかなと思います。闇属性もね、場合によってはここに入れてもいいですし、初手ぶっ破したい人は頭に持ってきてもいいです。こうすることによって自分の手札をある程度整えながら相手になるべくドローさせないっていう、そういう戦法が取れるんですね。守ることによって攻めると。ただしやりたいことがあるときは別なんですね。さっきちょろっと言ったんですけど、初手に闇属性ぶっ破したいっていうときはもう初手にね、闇属性を打てばいいと思いますし、マジカルステッキーはね、両替して打ちたいっていう人であれば、その辺は調整していただいたらいいと思います。最後にね、実際の例をちょっと見てみたいと思います。1ターン目ね、今相手のターンなんですけど、もしこれが自分のターンだったらどうするのか。結構ね、初手からぶっ破したい気持ちも確かにあるよな。あるんだけど買うから入ります。防がれる確率は多少高くなってしまうんですけど、相手の防具とかをね、回収できたりとか、こっち防具1枚もないんでね、カーテンしかないんで、僕は買うから入るようにしています。これ実際にね、買うで相手のドラゴンクローを抜けてってるわけなんで、これはかなり得ですね。次、この状態になったらどうしましょう。煙っていう奇跡もあって、どれから打つのかちょっと悩ましいなと思うかもしれないんですが、これも買うから入りましょう。しっかりパーセント系の攻撃は買うよりは優先度は後かなっていう感じですね。はい、じゃあ3問目。これはどうでしょうね。今回は奇跡も買うもありませんよ。奇跡も買うもなくて、攻撃カードがずらっと5枚。どの辺から行こうかなみたいな。これは多分鎖鎌かファイナル牙のどっちかでいいんじゃないかなと思います。私はファイナル牙から入ったんですが、レート2000以下の場合は鎖鎌から入ってもいいかもしれないですね。相手のランダム剣とかを釣れる可能性があるんで、小さい方から順々にもう切っていくっていう感じでもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあこれはどうでしょう。ちょっと難しいなーっていう感じなんですけど、一応私であれば MP で回復して自分にね、もっと攻撃カードを増やしてからファイナル牙とか手に入れた攻撃カードで削って最後に竹林長を通しに行くっていうルートになると思います。低レートは闇属性が非常に通りやすい傾向にあるんで、
初手にぶっ破するよりかはちょっと置いておいて削ってから最後通しに行くっていう方が通りやすいような印象がありますね。そんな感じで実際の試合では行動しています。ということで今回は迷ったらゆっくり展開しようというお話でした。攻めたくなる気持ちはあるんですけど、心は熱く頭は冷静に意識しておくと勝率が上がるんじゃないかなと思います。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゴッドフィールドボットでした。バイバイ。